こんにちは、海です。私は今、ミクロネシア連邦という国のチュークっていう州に住んでいます。最近私ツイッターを始めたんですけど、私の名前にもプロフィールにもチュークって書いてあるんです。そしたらですね、数名の方から同じ質問をいただくことがありました。その方たちは日本で無線をされていらっしゃる方たちで、ご質問の内容っていうのが、チュークワって知ってますかという内容でした。で、その方々が言うには、無線更新をしているとたまにチュークワという謎の会話、掛け声が聞こえてくることがあり、出どころや言葉の意味が知りたい。あとまた別の方からは、チューク諸島からの電波と言われている音声がたまに受信できます。私たちはそれをチュークワさんと呼び親しまれておりますということなんです。で、私チュークワっていう言葉を全然知らなかったので、その時はごめんなさい、ちょっと分かりませんと。ただそのチュークでは無線は一般的というか、かなり広く普及していますということだけ返信させていただきました。で、チュークってたくさん島があるんですけど、電話線がある島、電話ができる島っていうのが私が今いるこのメインの島だけなんです。で、他の島には電話がないので、なのでその島同士の通信手段として無線が使われています。で、そのご質問いただいた後ですね、私チュークワについて検索してみました。そしたらですね、Google でもたくさん情報出てきますし、YouTube でも動画がいくつも投稿されていました。で、見てるとすごい面白くて、今日はチュークワさんを受信しましたとか、チュークワさんって何者なんだろうねとか、女性子供のチュークワさんもいたぞとか、今日はチュークワさんが日本の童謡を歌ってたぞとかね、なんかもうがぜん興味が出ちゃって、私もすんごい面白くて。で、確かに動画を見てみると、チュークワさんのイントネーション、その喋り方っていうのかなは、チューク人っぽいなっていう感じはしました。あとはところどころ聞こえてくる単語がチューク語っぽかったりとか、あとローカルの音楽が流れてる映像っていうのがあったんですけど、その音楽も、チュークの音楽っぽいなっていう感じがしたんですよね。っていうかね、そのチュークワさん、もろにね、チュークって言ってるんですよ。なので、かなりの確率でチュークワさんイコールチューク人だろうなっていう予測はしていました。ただその肝心のチュークワの意味がわからなかったので、私チューク人に聞きに行ってきました。そしたらですね、チュークワさんの正体判明したんですよ。かなりね、あっさりわかりました。で、もうね、意味が分かった時はすごい嬉しかったです。で、その聞いてる様子も映像を撮ってきてあるので、この後ご覧いただこうと思うんですけど、その前に、まず今、チュークワっていう言葉を初めて知ったっていう方は、一旦この動画を閉じていただいて、ちょっとね、チュークワ検索してみてください。それをご覧いただいて、チュークワさんっていうのがどんな人なのかっていうのを知ってから、この動画の続きをご覧いただいた方が絶対楽しめると思います。あと一つ気がかりと言いますか、そのネット上で今日はチュークワさんいたよとか、どんな人なんだろうねとか、どこから発信されてるんだろうねっていう、その日本の無線界隈で長い間多くの方が同じ謎を共有されてきたっていうのがすごい素敵なことに思えてて、このまま謎のままでもいいんじゃないかなっていう気持ちもちょっとあるんです。なので、もし同じように思っている方がいたら、その方はこの続きは見ない方がいいんじゃないかなって思います。いやいや、もうずっと知りたかったよっていう方は、この先に進んでください。ではですね、チュークワさんについてチューク人に聞いてみた。ご覧ください。多分、ここがチュークのラジオ局だと思います。ちょっと私も来たことがなくて、初めて入るんですけど、アンテナみたいのがあるもんね。ちょっと行ってみましょう。
I don't know where is office. It's here radio station. Huh? Radio. Radio station. Yes. I want to know where is radio station. Okay. This is the technician for the radio station. Oh yeah. My manager is not here. So if what do you really want to know? So Japanese receive radio waves from around here, maybe around here. Then a guy in the radio waves always says same word. So what's word? That word is chukwa. Chukwa. Chukwang. I'm not sure. Chukwang. Chu- Chuk and Guang.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  Chukwang, Chukwang. Chukwang. That means people from Guam, Chuk, they live in Guam, they calling, they Chuk. regularly Chuk. There are plenty, many. Wow. That should be so. Wow. Japanese radio user calls him Mr. Chukwa. Many Japanese people knows Mr. Chukwa, but who is he? Who's he? From where? Right. Is he Chukis? Yeah, it sounds in Chuki. in Guam. Yeah. I'm really happy to know that. What, are you going to spy on us or no? Are you going to spy? No. In radio, maybe Chukis always say Chukwa. Chuk chuk kuam kuam. Chuk chuk kuam kuam. Chukwa. What mean? Do you know what that mean? Chukwa. Chukuap chukuap chukuap. Chuk and Guam. Yeah, there is Chukis. Chukis. Yeah. Oh. Wato. Okay. Wato is borrow, right? What he wanna borrow? Wato wato. Wato is a give. Yeah. Give. Yeah. What is give? What he give? Momotaro-san. Yeah? Yes. Momotaro-san. Jajan의 메디신. 기리쇼. 기리쇼. 가르판네 보가님, 누구르거 칭거루. はい。というわけでですね、中クワの正体は中ク人で、意味はグアムに住んでる中ク人が中クに更新の呼びかけをしているということでした。まあね、分かってから聞くと明らかに中クグアムって聞こえますよね。で、まあ蓋を開けてみたらすごいシンプルで簡単な答えではあったんですけど、まあ知ることができて嬉しかったですし、聞きに行ってよかったなって思いました。中区は終戦まで日本の統治下にあった場所なので、今でも多くの日系人がいますし、中区語として残ってる日本語っていうのもたくさんあるんです。あと童謡なんかもおじいちゃんから教わったよっていう人もいれば、小学校で習ったっていう人もいたりして、かなりね、その日本語が残っている島ではあります。なのでその無線の中で遭遇する中クワさんがちょっとした日本語を喋ってみたりとか歌を歌ってみたりとかするんだと思います。もしね今後中クワさんと遭遇することがあれば彼らが日本語で話しかけてきてくれるようにぜひ皆さんも中ク語で
話しかけてみてください。きっとね、すごく喜んでくれると思います。ちなみに、中国語でこんにちはは、ラナンニンって言います。ラナンニン。ありがとうは、キリッショーです。キリッショー。厳密に言うとね、ちょっと違うんですけど、まあこのカタカナのように言っていただければ通じるんじゃないかなと思います。まあ中華さんの喋り方、ちょっとね、独特だと思うんですよ。ちょっと伸ばすっていうかね。なので、そんな感じで、ラナンニン、キリッショーっていう感じで言っていただくと、より通じやすいんじゃないかなと思います。はい。ではですね、ちょっと長くなっちゃったんですけど、今日も最後までご視聴どうもありがとうございました。キリッショー。